菌が繁殖しやすかったりするので、この冷たくして菌の繁殖を防いでます。そうですね、リパーダ時代からの教えで、ずっとリパーダもやってたし、はい、リパーダ近いからどうしても菌が繁殖しやすくなるんですよ。でも確かにリパーダンで教えてもらったこととか結構取り入れてますね、もう未だにずっとな。防音ケースなんですけど、なんか営業中とかもやっぱりどうしてもミックスを追加したりとかしないといけない時があるので、その時にお客様がここに座ってても迷惑がかからないように防音ケースの中に入れて使ってます。今はお水とあと卵を入れてるんですけど、今年に入ったクレープミックスが製粉会社さんと打ち合わせをしてオリジナルのクレープミックスを完成させて、そうなんですよ、やっと出来上がりで、やっと出来上がって、私たちのこだわりの外はサクサクで、あと食べ進めるうちにもちもちっていう感じの食感になるように何度も打ち合わせ重ねて、すごいいい感じに仕上げてくださいました。あとは最後にクレープ発祥の地のフランスのブルターニュ地方のイランドのお塩を最後に一つまみ入れてるんですけど生地全体の甘みがすごい引き立ててくれるので、もうそれはもうほんまに一番のこだわりやな。入れてよかったな。入れてよかったなと思います。30枚から35枚ぐらいは、はい。日付知らあります。はい。私たちここを独立する前にリパーダンというクレープ屋さんがあるんですけど、そこで10代の頃からアルバイトをしていて、その後2人で就職して、で15年ぐらいクレープ歴があってそのうち8年ぐらい店長をさせていただいたりとかして、でそのうちにまさやな、もう10代ぐらいからもうずっとクレープ屋さん2人でしたいねっていう話をしてて、でやっと一昨年にやっと独立できたっていう感じです。そうですね、その大英っていう店舗があるんですけど、そこの施設の1階と3階にクレープ屋さんがあって、でそこの1階の店長で3階の店長をしててその頃からそうなんですよ。それは名物店になりますよね。1階と3階って。結構びっくりされたよな、お客様には。結構びっくりされて、さっきお姉ちゃん1回おらんかったっけとか言われたりとか。言われてました。もう同一人物と思われてて朝から晩までおると思ってたわとか言われたりとか。それちなみにいつ独立されたんですか？2024年の11月25日にオープンしました。
麦粉をカスタード作る時に入れるんですけど、その小麦粉をフランス産の小麦粉にしていて、で普通の小麦粉よりも粘り気が出るというか、しっかりともっちりとしたカスタードに仕上がるので、フランス産の小麦粉っていうのにはこだわってます。あ、待って。なんか焦げついちゃうと使えないのでゆっくりととどめをつけてでもある時突然急に硬くなるんで、あ、そうやんな、難しいよな。もうじっくりちょっと過保護並みに見とかないと最初ホイッパーで混ぜてるんですけど、ホイッパーでやり続けるとちょっと泡が出てしまったりとか、こう泡立ててしまって空気が入ってしまうので、とろみがついてきたら最後ゴムベラでゆっくりと鍋底からかけ回すようにしてます。一番メインのクレープは自家製リンゴのキャラメルパイっていうクレープがあるんですけど、それは中と外にもたっぷりとトッピングしてます。はいですね。あとは一番人気の大人のアールグレイっていうクレープがあるんですけど、それにも中にリンゴのコンポートを入れてて味をしっかりと引き立ててます。から15分ぐらいに煮込んで柔らかくしていく。甲子園のこの阿鼻木町っていうところにあるんですけど、このコーヒーロースターズさんっていうところから仕入れていてでこれもすごいあれやんな、試飲とかもさせていただいて、一番、深みのあるめちゃくちゃ美味しいコーヒーを仕入れさせてもらってます。音大きくなります。
いいよな、色のついたクリーム。絞り袋が一番清潔感があるので、そのままボウルとかに入れっぱなしにせずにいつも、使い捨ての絞り袋に入れて管理してます。これがアールグレイのホイップクリーム、これがコーヒーのホイップクリーム、これがピスタチオのホイップクリーム、これがクーベルチュールチョコのホイップクリームです。なんかね、まあミルク感強すぎたらな、なんかクレープの生地の素材とか、なんか中の、食材とかが全部消えてしまったりとかするので、だからミルク感強すぎないように2種類ブレンドで作ってます。これは抹茶パウダーをかけてちょっと芝生っぽくしてます。これは宇治抹茶のパウダーを使ってます。これは甲子園球場の芝生をイメージしてます。これ野球のボールをイメージしたマカロンです。これが甲子園球場のホームの阪神タイガースの、縞柄を意識したロールケーキです。虎柄を意識してます。でこれがバットをイメージした、チョコスポイドです。これを最後にかけてお召し上がりいただいてます。お待たせしました。甲子園クレープです。ピスタチオとアイスなんですよね。ある。そう。
です。いちごとバナナと大人のアールグレイです。お待たせしました。双子クレープの大人のアールグレイといちごとバナナです。見た目にもすごいこだわってて、あとは種類が豊富っていうのも結構双子の卵の特徴かなと思ってて、今は全部で37種類のクレープをご用意してます。以上2点です。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。この双子クレープでいつも大人のアールグレイと大人のエスプレッソにして食べてます。2つ食べれるし、こういうなんかアールグレイとかエスプレッソとかって結構珍しくって大人な感じで美味しいなと思って今日は大人のエスプレッソの普通のと、この子はいちごが食べたいって言ったのでいちごとバナナ頼みましたありがとうございます。すいません。いっぱい入ってるわ。ありがとうございます。ありがとうってバイバイは。楽しみやね。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。はありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。どうしてもお客様には焼きたてを食べていただきたいので、作り置きっていうのは絶対にせずに注文ごとに、焼くっていうスタイルでしています。
せしました。いちごショートケーキです。ありがとうございます。はい、チョコカスタードがお一つとザラメで、はい。ありがとうございます。お待たせいたしました。フレット3点のお客様です。お待たせいたしました。お先にこちらオレンジのレアチーズケーキとこちら中に2点ハットクレープですね。お待たせいたしました。お時間いただきありがとうございます。あ、そうです。お提供となってます。すいません。またお願いいたします。ありがとうございます。お待たせしました。チョコミントです。くらごまです。はい、ありがとうございます。ちょっとプレッシャーかもしれない。ハードル上がっちゃったかもしれない。
しいですね、やっぱり。しっかり黒ごまの味が出てて。普段はバナナとチョコとか、あとプリンアラモードとかね、そうですね。よく。いや、もうやっぱ双子っていうところですよね。僕も周りにあんま双子いないんで、話とか聞いてたら面白いじゃないですか。よく声がハモったりしてね。もうまさにずっとこんな感じでずっと笑ってますね。パイナはもう奥の方までね具が入ってるっていうか、もう最後まで美味しいっていうのと、クレープの生地が好きです。僕この2店舗目指してとか、フランチャイズとか結構言っていただくことがあるんですけど、なんかいろんな地域ごとにやっぱり美味しいクレープ屋さんってたくさんあるので、なんかいろんなところで私たちのクレープを食べてほしいっていうよりかは、甲子園に来てくださった方が球場行く前に、あ、今日は二玉行ってから球場行こうとか、今日はそのあそこのクレープ屋さん行こうとか思っていただけるように、甲子園といったら思い出していただけるような、なんか街に馴染んだそうクレープ屋さんになりたいなっていうのは思います最後まで見ていただきありがとうございました。甲子園に来られた際はぜひ双子の卵に来てください。お待ちしてます。